はい皆様こんにちは。 YouTube クラシック音楽道場をご覧いただきありがとうございます。今日も引き続き和声解析の和声分析、あんまり分析って言葉私なんか好きじゃないんですけど、和声に関する勉強を進めていきます。こちらバッハの楽曲ですね。当チャンネルも和声の勉強ですね。和声を勉強すれば皆様の音楽人生も、大きく豊かになる、そういうわけで、そんな動画がもう何十本もあると思います。どうぞね、先にチャンネル登録の方お忘れなく、というね、案内をさせていただこうかな。バッハ作曲の、間違えた、シンフォニア第4番二単調の、はい。なんでここファンタジアしかも2番なんのこっちゃ。あれシンフォニアの動画じゃなかったでしたっけ？間違いなくシンフォニアです。このね、なんでファンタジアなのか、その謎はすぐに、説明させていただきますが、どうぞ、ご心配なく。この曲ですよね。これを、あれ、今のこの楽譜の音は、お手持ちの、ここもお手持ちの楽譜とちょっと違うのかな。シンフォニアなのかな、ファンタジアなのかな。サブドミナント、ドミナント、トニカルというわけで、間違いなくシンフォニア4番二単調 D モールのような音がしているはずです。和声の勉強をしていきましょう。どうぞね、この一緒に書き込む様子をね、お手持ちの楽譜に一緒に書いて勉強していくなんていうのもおすすめです。フラット一つのレの音が第1音である、で単調の音楽ですね。それを D モール二単調とこうやって、大不評トン記号4記号の端間に書いて、よしこの段は D モールなんだなと、本当かなということをが表現されているというふうに書き込まれていると解釈してみてください。どんどんここをね埋めていって、もうこの曲の全ての段が何調か埋まったらね、上に調整に関する勉強が終わったよっていうふうに、ね、書いていくという。右手も第一音ですね。で早速勉強進めると、ごめんなさい、このタイの音っていうのがバッハはすごく大事で、せっかくだから冒頭の音は両方ともレの主音なんだということと、でタイの音もう言っちゃったからには早速ですが、こちら黄色いフリクション、こすると消える蛍光ペンということで、日本製でやっぱ外国にはなかなかない代物みたいですけど、このファーの音が伸びてる先で、このラの音と、これが完全5度のオクターブ上が12度、時計の12時をね想像するといいかな。12時の1個隣は13時、13度の音程といって、サーティンスという不協和音でねぶつかるんです。タイの音を伸ばしたその先でぶつかる、これを強調するためにこのね黄色いペンで、あまり見えにくいかもしれませんが、でもこのファの音が不協和音の音のぶつかりとしてね、この不協和音を感じ取りたい。そのためにこの、あまり私は楽譜に色は使わないんですが、黄色だけはね使い始めたんですね。ファと13度でぶつかると、次にはここもソとレというのは
だから12度のラが12度の1個下というわけで、これはイレブンスというその音がレの音とね、一拍目でぶつかる、タイの先でぶつかる、これを渓流音というふうに言います。もうクラシック音楽におけるサーティンス、クラシック音楽におけるイレブンスというね、そういう音程の考え方が、ジャズではないのにね、あまり早稲の教科書でそんな私見たこと、ちゃんと習ったことはないんですが、ただ現場には実際今目の前にクラシック音楽バッハです、300年前の人ですって言っていいかな、言っていいな、もうほんとこの曲がここら辺が書かれているのがまさに1723年だとしたら、今年は2023年、ちょうど300年前ですね。面白いな、今ふと思いついたけど、300年前の音楽に13th、11th が見られるという、そういう、研究成果でございます。便利なのこっち。はいはい。で渓流音がな、それもうちょっと先にやっちゃおうか。そうですね、2小節目のこれは分かりやすくて、レって長く伸ばしてる間にレとミってこの2度でぶつかるっていう、これは分かりやすいと思います。でこれだな、ラの音がミシの1個下だからイレブンス、ラが伸びてて先のここでぶつかるということになるかな。はい。でレの音もタイで伸びていて、レとラっていうのがイレブンスでぶつかって、でその後減衰する。でラが伸びていて、ファはぶつかんない。ファラは3度だから次なんです。ファね、これはぶつかってないけど、これです。これ聞こえましたか？ミの音が伸びてる先で、これなんか半音でぶつかるっていうね。レが伸びてる先でじゃあファだ。ファが伸びてる先でソとぶつかる。もうタイの音がファが伸びていてソでぶつかる。ソが伸びていてラでぶつかる。ソが伸びていてソとレは、これは5度だからここはぶつからない。まだ見えるのかな？ちょっと音出し、ちょっとここからミとぶつかってラとソでぶつかってるのかな？ここはソとレでぶつかってない。でどんどん先に行きますので、もし分かりにくい方は今のぶつかりを聞き直したい方、巻き戻し機能を作って何度もね聞き直してみてください。この不協和音をこれ不協和音だって聞き取る力を養う、これは音楽家としてのレベルアップに本当に不可欠というか、もうね不協和音を聞き取るっていうのはもうはっきり言って奥義、もう上級者の音楽家のやること、難しいはずです。どうぞね繰り返し、聞いてみてください。ファとラぶつかるかな？ちょっとゆっくり見ね。これはぶつかってるかな？結構考えないと。さあ
ね、巻きも聞き取りを、私も今一生懸命不協和音気をつけながら弾いたところだったんですが、ご参考になれればいいかなと。ソトレ3段目まだ見えてますよね。レ多分シとミっていうのは増4度でもあり増11度という音になるかな。ミがファにと、ね、これは分かりやすいメジャーセブンスっていう音でぶつかる。まあ多分ラとレっていうのは完全4度のに見えてオクターブ上だから11度という音になります。こういう数え方でもいいかな。考え方で、このレはレシソソシレっていう普通の音なので、普通の音ソシレっていうのは普通の和音ですよね。だからここはぶつかってない。でファはソにぶつかる、こういう感じ、これは普通に属七、別にタイでぶつかってないから、この C の音はちょっとね、先に不協和音のことの勉強になっちゃいましたね、この動画は。C の音がどうにぶつかるシンフォニアっていうのはね、多くのピアノ学習者の皆様が苦しんで弾いてるんじゃないかと。大変ですよ、これ弾くのは。でももう大変なのの前にこの不協和音たち、こういうなんかここら辺が胸キュンとするなっていうね、その最初の一つ一番美味しいところからどうぞね、参考にしていただくといいのかなという動画の順番になってしまったが、どうでしょう。もう左ページ全部やっちゃおう。ファミリーぶつかってシート、まあね、ドと C でここでもまあ、ね、2度でぶつかりながらね、この右手だけの話です。見えてますか。で C とファがまた入れます。でドは伸びていった先でドレね、もういっぱいありますね。ファがちょっと後でまとめて弾きますね。なので少々お待ちを。ファは伸びた、もう楽譜見てるとだいぶわかるんです。ファが伸びた先でそうね、2度が見えますよね。2度、音程のこともね、よくこう動画を見ながら、音程に慣れてない方がいらしたら、どんどんそこで音程に関する知識、勉強、アンテナをね、鍛えていってください。シとド、シドは7度にぶつかる。で、おしまいと、ここで全終止する。ファとラが、これもな、タイで、伸びた先で、ファラはどう、多分 13th、11th っていうことで、ここでぶつかるはず。タイ。シソソとファーがぶつかるのもすぐわかる。シとファーも、11th かな。ファラも、これも、ファトラ伸びてた先で一拍目でもう、毎回です、ここから毎回 13th、11th などでぶつけては減衰する。ソシソとファでぶつかる。タイの音、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 タイの音をね、ここはなんでタイが切れてるんだろう。書き忘れかな、わかんないな。で、ファラド、ここはもうない。で、その先、ラの音は伸びた先で、皆様には見えないけど、ラとシでぶつかると先に書かせてください。はい、左ページの渓流音探し終わり。ここら辺からかな。3段目。濁って、このメジャーセブンスとか、これは次、これ分かりやすいかな。で、濁っ
って濁って濁ってもう二分音符とかは濁りが意識しにくいでしょうけど、これ濁って濁ったらこうやって不協和音についてはい勉強してみた次第です。なんか気まっきっきになっちゃいましたね。だけどこれは本当に大事なもうバッハの奥義についてもう初っ端から皆様にこうまあでもこれが和声の勉強です。和声の勉強の一つ、渓流和声っていうかな、渓流音についてもうご紹介してしまいました。よし、まだまだ時間、経ってないぞ。さあで和声のこれをね踏まえた上でのデモールのラシド、このラっていう音は第5音ということで、ラドミソっていうA7 スっていう音がっていうなんだっけコードネームに見えるのは、これは属七というふうに考えていいでしょう。こういう間の音っていうのは経過音としてもう大きく捉えてね、ドミナントとで冒頭はレファラのトニカ。ドイツでは単調の場合は小文字の t というふうに書くと。もし長調になったら後で出てきますけど、なんだっけ、大文字 t で書きます。でラシドラレ、やっぱりレのレファラというトニカでね終わっテーマがレラデレファミレミラソ。どこまでがテーマっていうのは非常に難しいんですが、どこまでで厳密にも言わないようにします。構わない。いやどうしようかな。とにかくテーマなんだっていうのはもうねわかるわけです。ラソラミドシラシミレ、あれこれはドシラシミレドシラドン。もう早速どんどん気づいたことから勉強すると、このラの音っていうのは第1音、アーモールの1音として音楽が終わったようにすごく聞こえますよね。というわけでもうですね転調してるんです。このラソラミドラソラソシャープっていうのがアーモールの同音なので、もうこの時点でもうアーモールなのがわかるなんですね。だからこの場合はこのソプラノテーマ、ソプラノで現れたテーマで、アルトで真ん中のセーブで現れたなんだっけテーマがデーモールアーモールというふうにもう早速転調するのは、これはこの大砲の音楽コントラプンクトって言われる、ね、このセーブ、いろんなセーブを合わせて大砲の説明難しいな、合わせてこの和音でジャン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 とか伴奏をつけるとかじゃなくて、この限られたこの曲の場合は3声のみでこう和声的な音楽を綴っていくという、そういう古いバッハの難しい音の作曲ですね。説明するのも難しい。でこのバッハでありがちなのはやっぱりすぐ次の出てくるテーマが、でもな単調のテーマっていうのは結構平行調の長調に、次なることが多いと思われるんですが、でもフーガやこういう、いやどうだかだんだんわかんない、どうなんだろうな、
でもこの場合は同じ単調の、もうすぐ言っちゃいます。族長、5度上の族長にすぐ転調して、おっとっとっと転調。なんか書き方がおかしくなって、族長転調して出てくるというね。この族長っていうのもバッハはもちろん、バッハの使う転調の王道でございます。デモル渓流音しながらさてどうしようかな、細かく見ていこうかな。その前にここお手持ちの楽譜だと皆様ラーラーになってません？こういう風に下に用意してたんですけど、見えないか。でこれが間違いなくシンフォニア4番。ね、ソララーですよね。だけど今私の持ってる楽譜ではソファソラーとなってる。同じ楽譜に見えてシンフォニア4番とファンタジア2番。このファンタジアって何かというと、こういう楽譜を使っております。バッハのクラビア・ビュヒライン・フュア・ヴィルヘム・フリーデマン・バッハと、ね、ヴィルヘム・フリーデマン・バッハのための音楽長という、長男、ヨハン・セバスチャン・バッハ、ここにいらっしゃいますよね。私の左手のところにの長男のために、音楽ノートを作ったという、その中のですね、もうほんと最後の方、ここね、見えます？このページ。もうこれだけいっぱい勉強して、最後にこのファンタジアっていう名前で、だからシンフォニアっていう名前にする前にバッハが書いてたはず。シンフォニアになる前の段階ということで、これ私がメモしてあるんだけど、ここもメモしようかな。ここもね、トリラーがついてるはずです。シンフォニアでは。ですよね。ここ。でも、これがついていなかったりという、そういう楽譜をあえてね、使っています。なので、ファンタジアでは本当にこのね1番、前回やりました1番ツェードゥア波長長に続いて、これ1枚、本当1枚めくると2番が D モールになってるという、このシンフォニアを勉強する順番として、このね1番、4番、7番、8番、どっちだっけ、13番だっけ、忘れちゃった。で15から折り返して14、12、19、なんか重複した、ごめんなさい。後ろ側はね、もう覚えてないんだけど、この順番、ちょっと後でちゃんと書いておきます、下には。概要欄とか、あと字幕もね、整えるかな、この動画も。どうぞね、そういうのもご活用くださいませ。というわけで、楽譜の説明でした。シンフォニアをね、1234って弾いていくとすごい難しかったりするはずなんです。インベンションもそう。その最初、初期の本当にバッハが最初に書いた時の曲順というのが今このファンタジア2番として、それを、記念に残しておきたく、私はこの順番で、この楽譜を使ってシンフォニアやインベンションを進めていきたいと思っておりますね。百聞は一見にしかず、ファンタジア2番。そして、渓流音と、ここで言っておきたいことが、レミファソル、このソという2つ目のね、渓流音っていうのは、デモールから見た時の第4音。この4の音と、第2音、第4音、第6音というサブドミナント系の音に対して盛り上がりを感じ、そしてそれを表現して書き出す。これが、私の動画で一貫してやっております246和声解析法。このファーの音は普通にあえて書くと普通に第3音なんです。レファラーの音、普通とあえて言いましょう。普通の音
普通の D モールの音だけど軽粒音としてぶつかるから、やっぱり感じてあげるといいかな。でも2回目の音はさらに高くなったその音は第4音であり軽粒音であるという、ここね、これを大事に、さらに大事にって歌い込むんじゃないかな。するとうまくいくの。音楽的にファを感じ、そうさらに感じて転調というわけで、ラソラミドは第3音、シラシミレがアーモールの第4音になるという246として、まだ4の音しか出てきてないか。でも4しかないんだよな。このテーマの中にやっぱ何かこのサブドミナント系の盛り上がりというものが、バッハのどのテーマにも隠されているというのが私が師匠クラウス・シルデ先生から教わってきてます。こうやってね、テーマの中にあるこの246ポイント、サブドミナントポイントを大事に、本当に師匠から習ったことです。私の独断と偏見ではないです。文句があるならシルデ先生に言ってくださいなんちゃってでもね、なんとかに口なしで、先生は90はいくつで数年前に亡くなられております。私の大事な恩師の教えを私はね、弟子として生徒として一生大事にしていきますよ先生。というわけで、3音軽粒、4音巨流、軽粒で4からおしまいになってね、おしまい、ミラおしまい、ね、第5音から第1音にこう落ち着くっていうのを、こういうのをね、全終止というふうに書き出すことができます。こういうのは落ち着い、こうね、アーモールで終わったんだなっていう、全終止を表現する上で、こういうデクレッシェンドをこうやってね、わざわざ2箇所私は書くのが好きなんですけれど、で右手のこの4音は特別に大事。おしまいという右手にも全終止、こうやってあえて別に書こうかな。ラの音がおしまいの音だなと。こっちは軽粒音はちょっと別として考えようかな。こんな風に音楽の抑揚を書いてみるのでいいんじゃないかな。おしまいだけど4音またね、というわけで見えてますが、続きへ行きましょう。すると最後の、バスですね、バスセーブからレドレラファ第3音の軽粒音からソは第4音なんだ。第4音でもこれはソとレで軽粒音としてぶつかってないから、ぶつかる音の魅力っていうのは考えずに第4音だけ考えるかな。で、何が言いたいか、レファラレ、ここはやはりまた D モールに戻ってるんですね。D モールからすぐアーモール、どっかでこの後、全終止の後、ドシドフォン、もうここですね、ドシャープが現れる。これは D モールの同音ということで、もうね、同音がスッと現れることで、もう一瞬で次の調に転調する。これは転調を探す一つのコツとなると思いますので、ぜひね、こういうのを、こういう勉強の解析の仕方を、ご参考にしていただければと思います。で、ね、アーモールから、レドレソその音がレミファーソ第4音。ドルこうやって登っていきながらこういうクレッシェンドの形を書くのはいかがでしょうね。書き込みほんとこのね、どうか自分流に私流でしかないんですけど、ちょっとドレそうって上に向かってちょっ
と歌い込んであげる。なんかこんなクレッシェンドの形を感じるとよく歌えるんじゃないかなと思って、もうこのデクレッシェンドもね下に降りていくような、こっちは微妙にねおしまいってね上がっていくような音楽性、上がっていきながら減衰する、そういうことまで実は一瞬で感じてスッと書いているつもりです。他の動画でもどうかねこの書き方よくね楽しんで見ていただけたら光栄です。で4音と2、これがおしまい、どうしようかな。先行きます。シラシミ、これが第2音なんだな。これが第シラシミとして内声も4の音があって2の音があってドシドファで、ここで最終的におしまいドシドファっていうのはレファラのトニカにね落ち着いているような全終止を最後この掛け合いですよね。ソプラノとテノアルトのアルトっていうのかテノールっていうのかすごく迷うんですけど、この高いね右手で弾いてる2世っていうのはもうソプラノアルトってすごく言いたくなりますよね。もうどっちでもいいと思います。はいはい。この掛け合いもねすごくこう246や軽粒音を書き出したことで、全終止を書き出したことで、この音楽性がどういうふうに演奏したらいい、どう感じ取ったらいいのかが説明できたということで、いかがでしょう。4と2があって全終止、はいはい、そういう風になっているかな。レドレラファ、ソの音がこの長いね、ソの音が第4音ですね。4音とシっていうのは6音です。高い6音。あえてまあナチュラルがついてるので、そうだな。ここなんか両方いっぺんにこうクレッシェンドマークを書いちゃおうかな。ね。246の音を使いながらこの左手のファの音とのぶつかりまでね目指しているという、もう本当にこの246の盛り上がりの音と軽粒音っていうのがね非常に綿密に、入り混じっている。これがバッハの音の芸術だと思います。大天才なんです。すごいうまいんです、音の扱いが。そしてそこにねすごい歌心というものがこもっている。我々はそこにそれに反映させて、我々の歌心をここに4と2と全終止2音でおしまい、今度は右手おしまい、同音主音っていうのがアルトにもある。もういずれにしろもう2声まとめて全終止と。はい、こういうわけで移動かな。ルンデニオンおしまいになりながらレドレソ、これも盛り上がりますよね。歌い込みたいですよね。レドレソってね、ファミレシーって左手はで、これがなぜかというと第6音であるし、ソは第4音。はい、で盛り上がってでどうしようかな。ミドシドファラね、ここでファラドという F メジャーの音がねもう聞こえていますね。デモールの同音であるドシャープがなくなっている。
これもドナチュラルになっていることで、ここでもうね、F ドゥアへの転調。F ドゥアというのは、これは D モールにとっての平行調です。やっぱりね、平行調へ行くんですね。で、まあ、ずっと最後を見ると、あ、でも、ね、5段目になると、5段目のなんだ、もう、まあずっとこの先3段目以降、何段目って言わないで小節で言った方がいいか。もう5小節での転調、6、7、8、9、10。ずっとね、F ドゥアなんです、この先。だからもう、そこら辺移しちゃおうかな。こんな感じか。はいはい。F ドゥアへの転調。だけど、もう一個説明したいのが、ここに書いちゃいましたけど、このソとシ、この平行調っていう音は、エンハーモニック転調しやすいと言っていいかな。このソの音って、イコールですよ。D モールにとってのレミファソル第4音は F ドゥアにとってはファソルという第2音であって、この D モールにとっての第6音イコール F ドゥアにとっての第4音になるという、こういう同じどっちにしろ246なんですね。というわけで、この D モールの6度の和音っていうのは F ドゥアにとっての4度の和音にエンハーモニック転調しているという。はいはい。というわけでね、ここのどの音が転調かなと思いきや、さらに前倒しに、その前にすでにこの盛り上がりながら D モールから F ドゥアへの転調ということもね、それもこの盛り上がりには転調の意味合いも含まれているというふうに、一石二鳥なのかな、その使い方合ってるかな。として F ドゥアにね、スッとね転調するこの作曲のうまさです。バッハです。うまいんです。4小節からデモールからもう転調して、ここね、すごい指使いめちゃくちゃ難しいんですけど、それはその指使いのヒントは欲しかったらコメント欄にご要望くださいませ。別動画を作ります。ほんと難しいですよね、ここ弾くの。子供たちがどう弾いてるんだか、ちょっと10度届く手じゃないとね、うまく弾けない。いやー、頑張ってください。なんて一言。いやいやいや。で、エファラソラル。レの音が第6音。ラソラレってこう降りてきながらの、246を探しますね。レドレソ。もうね、第2音かな。レドレソ。シラドシの音は4の音。246だらけですね。レミファソと登っていきながら、いっぱいね、ソのシラシ、この渓流音になるの音が、第4音。もう一個今日は、そっか、もう一個初めて言うのは今日どうしようかな。F ドゥアの6、ごめんなさい。で、サブドミナント、ミレミド。ここの第5音でね、まあ、こうちょっと、バスの音が2音、第5音と4音。どうしようかな。まあ、もうさっと説明しちゃおう。この5音でフレーズがちょっと終わっているように見えなくもない。こういうのを半周詞というふうに
かっこ見えなくもない。でも本当のフレーズの終わりとはね、あまり言えない気がする。シラソラファーとね、ファーの F ドゥアの第1音で終わってるから、前終詞のように見えなくもないって一瞬思ったんですけど、でもカッコしておきます。まだもうちょっと音楽が進むので、ね、ここで分かりやすいように、ちょっとフレーズが分かりやすいように、学説って私は言いますが、学説の線、ここでフレーズが終わってるので、おしまい、おしまいという、右手がソドシドラおしまいになってるという、こういうのはもう明らかにね、おしまいでもここに休符まであるから、もうバッチリフレーズ終わりですね。面白いのは、あるとこは、ミの音で消えてしまってる。すんごい中途半端なの分かります？これは同音です。いなくなっちゃう。ドミナントのまま終わってしまうのを半終止と言います。ね、内声はこういつの間にかスッとね半終止でいなくなって、ソプラノは全終止してるという、この声部によってフレーズの終わり方の感じ方が違う。表現これ難しいかもしれない。あれは割とスッとできちゃうかな。でもね、全員が全終止をするとかね、バスなんかおしまいのようでまだ音楽が続くので、ここには半も全も私は今書かないでおこうかなと。バスはまあね、先に進んでくださいという、こういうふうにフレーズ終わりの音楽性というものもしっかりと勉強することは、私はすごく音楽表現として大事なことと思って、こういうふうに書き出しております。学説について、バロック音楽っていうのは4拍子だと結構この間に学説をね書くことができます。ここから新しい、ね、フレーズが始まるっていう3拍目から、ショパンのバラード4番なんていうのも、あれもすっごい難しい曲で8分の6拍子なんですけど、1拍目からフレーズが始まったり、2拍目このね強弱中弱中から始まったり、ショパンすごい複雑ですよ。まるでバロックみたいな。ショパンがバロックですってでもね、まあこういうフレーズ感だからといって1とは数えずにね、1と2と3と4と1と2と3と4と1、まあ1234は正確に数えてあげるといいかなと。難しいですね。音楽は複雑ですね。なかなか一筋縄ではいきませんね。それが面白いんです。はいはい。フレーズ終わりの説明。246についてもうちょっとな。サブドミナント。この説明これ難しいな。このミフラットが何者か。コードネームで言うと、ドラミファもあるからもうずるいけど、ファラドミの F7 っていう風に書いちゃいます。F7 っていうのはファラドミはここに確かにねシレファの B フラットという、ドイツ語で言うとベードゥアーでしょうけど、英語のコードネームで言うと B フラット、ね、C のフラットというのはというわけでとなります。英語とドイツ語とね言い方の違いにを正確に使い分けることもね、これも一つ大事な面白い音楽の勉強になるかなと思っておすすめです。英語だと B フラットで、じゃあこれ転調かというと F ドゥアの全終止待ってますよね。F ドゥアのままなんですって考えると、このシレファーの音というのはファソラシヨドの和音
4って書いてもいいんだけど、私は大文字 S のサブドミナントというふうに書いちゃおうかな。で、このヨドの和音へ行くためのドミナントということで、こういうのをミフラットが出ることで、ヨド調の5度と。で、属7ですね。こういうふうに、なんだっけ、日本の和声の書き方をね、これは私は日本の和声の書き方がとても綺麗なので、これを採用しています。S って書いたりっていうのは、これはあえて言うと、ドイツの和声かな。ドイツだとこのね、ヨド調の5度っていうのは S へ行くための ZD、ツビッシェンドミナントって言って矢印書くと。何でも ZD っていうこの借用和音をそう言っちゃうので、あんまね、面白くないんです。それよりも4へ向かってるよって見える、この日本の書き方がね、日本か、フランス和声かもしれませんが、これ優れてるんですね。なので、ヨド調の5度というのはサブドミナントに向かってクレッシェンドするという力があるはず。なんですね。全終詞のように見えて、ヨド調の5度からを目指してサブドミナントが長く続いて、で、ゾミソシの属7でトニカに全終詞するという。ちょっとずるいけど、ここ長いサブドミナントって感じていいかな。ヨド調のことすごくここパワーがあると思うので、その後長いカデンツになるという。はい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 。あえて書きましょう。この B フラットだったり G マイナーだったり、ちょっとずつ違いがあるけど、これはでも246の音たちになるので、ここからおしまいに向かうぞ。カデンツという。カデンツは落ち着くという意味だそうです。言語のイタリア語で言うと、カデーレが落ちる。で、カデンツって言うと、落ち、ね。落ちがつくんです。まさに日本語と同じで、落ち着いていくわけなんですね。ごめんなさい。で、ヨド調の5度からサブドミナントからのドミナントトニカでおしまいで F ドゥアで音楽は先行く。ここはね、結構シンプルな和声進行をしてます。ファーソラ1音で F ドゥアのバスから見ちゃいますね。5音で1音、5音で1。もうね、1と5、1、5って、これ最初からこの曲の最初からこういう動きがこの曲多いですが、割とシンプルなんです。ファラーの音はだから、渓流音として大事になって、ここで言えるのは、ミの音でフレーズが終わっている。ということは、これは同音ですね、F ドゥアの。で、フレーズが終わってるって言うと、この瞬間にここに、はてな、ドミナントでフレーズが終わるよっていう半終止っていうニュアンスが現れます。で、ソトシが、第2音と第4音か。として、トンと大事になる。どうしよう。はてなと、テーマの中に半終止、これ感じるけど、今日はテーマに半終止書かないでおこうかな。迷うな。で、ニューロバード、おしまい。ラの音っていうのは第3音で、第3音っていうのはファラドのラ、トニカにしか出てこない音なんです、実は。第3音っていうのはとてもトニカの固有音っていうふうに、準固有音なんて言ってみたりして、そんな言葉あるのかな。同音っていうのがね、これもドミナントにしか出てこないドミナントたる準固有音、純粋な固有音っていう、そんな名前を私勝手に作ってみたいな。もし教科書に載ってたら万々歳ですけれど、でもそれぐらい
ざっと説明しますよ。だからファラドのファの音っていうのはこのファラド、これってね第一音ですよね、F ドゥアの。だけどシレファのサブドミナントにも出てくるんです。主音でありながらトニカに見えて、実はサブドミナントとね浮気してるんです両方に現れる。でドーっていう音も第5音でドミナントっていうふうに言えるかと思いきや、ね、ドミソのドでもあり、ファラドのド、トニカの第5音として現れることもある。だからね、ドミナント第5音って言いながらもトニカとね、浮気してるんですよ案外この主音や第5音やね、案外あっちこっち両方現れちゃうので、それに比べて第3音っていうのはもう他のトニカでしか現れない。ドミナントドミソシにはラは入ってない。シレファというサブドミナントにもラは出てこないんですよね。でミという音はドミソシのドミナントには出てるけど、ファラド、ね、トニカにはない。シレファのサブドミナントにもないですよね。以上の説明分かりましたか？分かりにくかったら巻き戻しで聞いてください。純固有音という名前をたった今勝手に名付けました勝手なもんです。クラシック音楽道場でございます。こんなもんかな。半周詞のドミナントを感じて、トニカを感じて、ドミナントを感じて、で音楽が先に行く。ファーミ、ここでね内声の方が半周詞をするよというこの給付を感じる。シファミファドルファドおしまいドおしまい。ついにねバスもここはこう前周詞を感じてファでこのおしまい、このファの音っていうのはちょっとぶつからないみたいだけど、青二クトとしてね次のこの15151って登ってきた音楽がここでフレーズが全然別物になるという、なっていいかな。ここ右手は前周詞書かないでおこうかな。大事に伸ばしておいて、ちょっとね伸ばしておくのきついですけど、でそっかはい F ドゥアがねこの同じように登っていったね、1と5しか出てこないのがついにそうか、ソーシーはこれ大事な一番高い音は4音と2音って一番ねここまで登り切った音がついに2と4の音、そしてその先になるわけですね。もう一回いきましょうか。はてなでトニカを感じて、ドミナントの半周詞と登り切った音とデモールにまたね転調します。その前に最後にミレドシ、ここはね最後ついにアルトが C は第4音かに向かってねレファのタイの音ラのファ音とがついにね次ぶつかりながら、このトニカドミナント1515の音楽からついに変化するという。そして右のページへ参りましょう。ここまで今時間どれぐらいなのかな。うわ、カメラの向きがこうして、はい1時間経ってないかな。大学の講義みたいに1時間半で終わるといいなと。F ドゥアでいいと思います。まだ C は第4音だよって言ってこうねクレッシェンドをここにも書いて、ここがいかに盛り上がってシトラーなんてね、まあこれ長い音だからでこのラの音はぶつかり聞こえにくいかな。もうねオルガンだったら絶対聞こえるんですけどね。
シャープが出てきているので、これはまた D モールに戻ってるんでしょう、きっと。D モールとすると、スレドレソの音は第4音。なんだか D モールの、またね、単調の恨めしい感じにね、聞こえるかな。ソシラシミ、ミの音が第2音。で、また、タイの第2音っていうね、なんか両方、どっちも2。これはなんか2つ書きたくなったな。ラソラレっていうふうに、なんかおしまいっていう、これ感じていいかな、デーモールの。ミドサブドミナントとドミナントトニカで、さあどこ行く？ここはラのおしまいというラの前終詞が聞こえますよね。こうやって確実にこうカデンツのこうこれはもう調整がはっきり分かるぞっていうところから抑えていって、そして前に遡って考えるというのは私の和声解析の、とても手応えのあるやり方です。おしまい。ソファーソーで消えちゃってる。アーモールの同音で終わってるから、ソプラノは半終止してるね。この前にあったパターンですね。声部ごとに終止の仕方がちょっと違う。じゃあどこからアーモールかって言ったら、ソシャープっていうね。もうこれ同音がパッと見つかると、もうその前まだないので、デーモールの前終止。レシラシ。ここでいいんじゃないかな。どうしようかな。俺のどうしようかな。これ大事だな。ですね。これレの音は第1音です。前終止したけど、この音というのはアーモールにとっては第4音なんです。なので私はエンハーモニック転調をここで考えて、このレの音は第4音というふうにすでに考える、ね、こうやってさらに前倒しになるという、このタイの音はぶつかってはないんですけど、ないかな。でもタイの音ちょっと大事に考えながらすると、このシのフラットなんですよね。これが右手の今から難しいこと言いますけれど、これはデモールにとってはレミファソラシは第6音です。ところがアーモールにとってはアーモールにとってはラシドレミ、変な音ですよね。ラシドレミファソラ、普通出てこないラソファミレドシラシドレミファソラシラド、これはナポリという音になってるんです。アーモールにとっての特別な音です。これはエンハーモニックしながら、ここにアーモールのエンハーモニック転調、デーモールからのエンハーモニック転調しながらアーモールのナポリまで感じたら、だからこれはナポリ、これの最後の4拍目裏の弱拍ですけど、これをデーモノールのナポリと思って特別に弾く。どう特別に弾くかは内緒です。それはレッスン受けに来てください。ナポリではね、どうしようかな。
いやー、いろいろあるの難しいな。ここでソシャープ、ちょっと簡単に書きますよ。ドミナントがあって、こうラドミのトニカがあって、でファシャープ、ファの音がアーモールの第6音、ちょっと高い6音かな。ファの音を感じる。でレの音が第4音。あ、そっか、私はまだここのページはタイの渓流音のぶつかり書いてないんだ。そうか。するとこのファ、どうしようかな。レの音はレとミで7度。でレとソシャープで、これで弦12度という不協和音になる。ラはぶつかんないな。シの音はここでね、ドとラとここでもぶつかる。その前な、ソドラ、ここら辺に微妙なんだよな。あんまり残念ながら書けないんだよな、渓流音。ラとシ、ラとミも入れるんですかな。そらミ、ドの音はミと、13th。レとラは11th。これ冒頭と一緒。ラの音は伸びてるけどそのまま。ミとソはミとソはミとレで次大きくぶつかるかな。でドの音はいきなりドソシレソっていう音に解決しないで一回引っかかって11thで引っかかってからですね。シっていう音はシの音がまあ11thかな。ミとぶつかる。ミとファはこれまあゾー2度か。ミとレで下でしっかりぶつかってるか。ドの音が伸びてる間にレとぶつかる。ファの音が伸びてる間に11thでぶつかる。あミレミだ。先にやっちゃいましょう。もうどんどん最後まで。シがね、シとファで11thでぶつかる。ラがシでぶつかる。レはレシソぶつかんない。ソはラでぶつかる。ドがファ、ドシャープがファシャープ、これは増12度でぶつかる。ファの音はソでぶつかる。シは伸びてる先でドに、シドシラーっていうのもぶつかる。ミ、すごいぶつかりますね。ミはファと半音でぶつかりながら、すごいね。レミファってここで全部お団子どころかぐしゃってレミファってひどいと思いません？でもバッハがこの音のぶつかりをね、設計してるんです。これがこの不協和音の魅力を知らずして本当の魅力あるクラシック音楽の演奏には至りません。不協和音知らずしてクラシックの道完成ならず。ファとラが13とかな。ファとシ、こういうのも11かな。この曲こういうのすごく多いんです。ソが見えてますよね。ソがララレソとラでねぶつかる。ドがレでぶつかる。もうタイの音いちいち書くべき記録するかどうかでも勉強のためです。シはわかんないや。ソとラ、こういうの見えやすいですよね。下もぶつけるかな。ソとドシャープ。レはまあレとソシャープが増11度、超11度かな。ミとファは2度でぶつかる。ミとまたレミファってぶつかってる。最後レとミでぶつかっておしまいと。
はい。不協和音全部書いたぞ。ドヤ顔してしまったかもしれない。ねえ。見えてないところをやってもしょうがない。ここにしようかな。濁ってイレブンスを感じてさあイレブンスか。これ綺麗ですよね。これドシャープを感じてファとナポリを感じてレミファのぶつかりひどい。濁るかな。濁るドとレが濁る。濁っておしまいとなる。これでね動画がおしまいになっちゃったらあれなんですけど、まだ時間がね1時間半までもうちょっと時間がある。まあいいやという、どこまで行ったんでしたっけ。こうかな。2度とドミナントナポリを感じて4とドミナントとC 降りてってるからな。246あんまり書けないんだけど C の音は第2音かね。こうタイの音で軽粒音ですね。軽粒音と246がかかっている C でおしまいと。レシャープがな第4音なんだよな。高い第4音。今日初めて言うけどレシャープっていうのはミの第5音をドミナントを目指している。この瞬間っていうのはドッペルドミナントという和声になってるっていうこともしれっと言っておきますドッペルドミナントドミナントおしまいと。こんなもんかな。とにかくナポリと4の音と2の軽粒ドッペル。あんま大して大きくしない方がいいな。もうちょっと最後のここにね、そっか、ここにファファミレルドドシ、ここにね半音階があることを、これがちょっとなんとも不気味な感じですね。これ一応書き出しておきます。スロルン半音でだんだん降りてだからこの瞬間っていうのはラドミというね、一瞬の A メジャーという音が見えちゃったりする。でも最終的にはラソラミのラシドラ、最終的には A マイナー、やっぱり単調になるんですけど、一瞬の長調をね感じ取るのも単調の中で無理やり一瞬の光なのか無理に笑っているのか何とも言えないですけど、引っかかって長調のような単調の間違えた軽粒音も感じながら長調を一瞬感じながら、あれってこれでやっぱり単調かな。単調なんだな。単調のテーマだ。で4音のロロ、ごめんなさい、こっちからごめんなさい。おしまいの全収集をしているね。そうの音で終わってるのはゲーモールっていうことになるはずです。レが第5音。どこからゲーモールか考える。ここはアーモールでしたね。
ラソラミドシラミレ、このテーマ4音で、ここでちょっと学説をね、ちょうど4拍分これね、ミフラットっていうのはアーモールではもう出てこない音で、ここで分かるのはもうゲーモールにとってはミフラットというのはソラセドレミダイダドシドミ、なんかね怪しげな音なんですけど、第6音としてこうやって転調するんですね。下の音も第2音になるか、ここでゲーモールに転調してると見ていいでしょう。レシャープはいいや、これはゲーモールっぽくないから、こんな転調かな。でもう一個見えるのが転調してレの第5音で終わってるから、ハテナの半周詞っていうこういう音楽性も見えるかな。ミリミラソファミファレドテーマなんですね。一応この内声にある、ちょっとねだいぶ離れた音をしてるけど、最後はやっぱり4音っていう、最後ねこのテーマは4音まで登るっていう、ソファソレシ第3音ラソラレドが第4音ね、やっぱりそうこういうテーマの形をしている。で2小ねこう2拍ずつではいはい、線無理に書かなくていいかな。でもな、ここも線書けるな。でその先は見えてないか OK。 ここまでゲーモールの246を探しますね。こっから行きましょう。アーモールの4で転調してハテナからの全終詞でメロよしよし、シラシドレドレミってね、うねうねとこう第6音を目指していますね。ミレミレおしまい、ここに休符があるからおしまい、ゲーモールの全終詞も感じてあげるといいかな。ここ弾きにくいですけど、ちゃんとこのレはね短くていいですね。レっていきなり弾かなきゃいけないから8分音符伸ばすのは不可能ですね。もう全終詞スッと早くおしまいにしちゃう。こんなもんでいかがでしょう。ロロロロ半終詞全終詞録音とでおしまいになりながらのね、ここのよしここまでいったか。終わり4段17小節ですね。ここはもう F ドゥアに今聞こえたの分かりますか。ドレおしまいという全終詞 F ドゥアだよということが見えたと思います。ファーの音が主音ね、ゲーモールから F ドゥアへどこで転調したかを遡るともうすぐ分かるね。ファのナチュラル、ファシャープ、ゲーモールの同音だったものがシレドレソファー、もうここで F ドゥアと見て取れるでしょう。エンハーモニック転調っていうふうにも見えるけど、でも246もなさそうだからいいかな。ここはもうここで F ドゥアってことにしちゃおうかな。ね、ファミレミドシテーマっていうのは第4音好きですね。ファミファドラで先書いちゃいますけど、ここからゼクエンツというのかな、こう長い長い下降の旅路へと、ね、なっていくんですけれど、ここでフレーズ分けていいと思います。F ドゥアを感じておいて、どうしたらいいかな。ここがゲーモール
さを感じて、あらららごめんなさい。もうね、やっぱり D モールですよね。D モールをもう目指しております。で、ついに、よいしょ。もうね、もうおしまいです。この曲の主張。おっと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 。見えない。ごめんなさい。カメラワークが難しい。こうか。あとちょっとお付き合いくださいませ。ね、完全版っていう風に今日書いてみようかな。そういう言葉を使うといいらしい。F ドゥアーと思いきや D モールですよね。で、まあここにドシャープが見えるから18小節目ですね。ここに D モール。でもきっとその前がエンハーモニック転調してるんです。今もう同じパターンだからさっといきますね。今日出てくる同じパターンだからそれをバッハはね息子のウィルヘルム・フリーデマン・バッハにこうやって転調って綺麗にやっていけるんだよって教えたかったのかな。F ドゥアを感じてこれすごい切なくていい感じですよね。切ないこのシレシレラ B フラットねメジャーセブンってバッハがこんなおしゃれな音をね使うんですこの人。心キュンときますね。さらにそれは和声楽的にはファソラシ第4音サブドミナントラシラソファミレと長く降りてきて第6音サブドミナント系なんですね。F ドゥアを感じながら切ないサブドミナントを感じましょう。ソファソシソがなんじゃどうしようかな。ソファソシソファソシどうしようかな。書いちゃおうかな。C の音が F ドゥアの第4音か。4音であり、ソの音が第2音ですよね。でも、イコール D モールの第6音。イコール D モールの第4音。やはり、この降りている音っていうので、もう、ここでもエンハーモニック転調っていうふうにこのサブドミナントを使いながら F ドゥアから平行調の D モールへ転調するという見事にだからそうねもうここにレファラっていう本当 D モールが D マイナーが見えます。だから転調してそうの音はもう D モールの第4音としてC の左手の音は第6音。サブドミナントを感じながらの転調という話ですね。ファミファララレドシレラレドシエレイソンロ単調ミサ曲に出てくるラレドシソドシラファシラソエレイソン慰めたまえという歌詞のついた音形です。なぜここに一瞬出てくるんだろう。レソルが第4音、ね、サブドミナント D モールのサブドミナントヨレロファレミこれは普通のミの音が今の音階の弾き方で分かりますか。さっきやったのこのミフラットはミレファイナポリとして大事に歌い込みましょう。ドミナントレミドシラソシマねレミファでこう集約する場所は全終止です。
全集詞しながらレミファを聞き届けましょう。こんな感じじゃないかな。で、サブドミナントの手でもナポリ、面白いな。エレイソンでナポリおしまいさ。ね、いよいよ曲の終わりに向かってラレドシエレイソン書いちゃおう。エレイソンでナポリ。その後にラソラシシドドレ。ここにね、またね、半音階があるんですね。さっき私半音階どう書いたっけ？こうか。で、もう一回ね、レド、ここだな、レド、ド、シシラ、ド、ソラ、ファ、レド、ここも半音階下息で書こうって私はこういう漢字使うの好きなんですけれど、半音階書こう、半音階上降、登っては降りての不思議な恨めしい半音階があるみたいですね。どうしようかな。全集詞だからね、半音階だからこの6の音ってあんまりドンって強くできないんだよな。そうなんですよ。第6音なんだけど、このクレッシェンド半音階だから消してみよう。ファイバラファービレミラ、そう、左手は相変わらずテーマの第4音で D モールですね。そう、こうやって246とはいえ状況を見ながらラソラシシドドレ半音階クレッシェンドもなのかもしれないけど、それは今ちょっと気分的なクレッシェンドだから今日は書かないでおこうかな。半音階4音ドロねドレ、ここなんだよな。レファラドは D7 っていうのは行く先はこれが長いんだな。でが D7 は G マイナーを目指している。なのでどうしようかな。もうあとどんどん半音階で下がっていくので、もうなんかどんどんなんかデミヌエンドしていく、消えゆく、スモルツァンドしていく、カランドしていく。どっちがいいかな。カランドにしよう。カランド。カランドっていうのは太陽が日が落ちていくことをカランドって言うんですって。思わず今こんなこと考えたの初めて。でもこうやって勉強して書き出しているからこそカランドしていくという。するとなんていうのかな。いや本当面白いんだな。これはゲームオイルの転調ではなくて G マイナーはサブドミナントなんです。デーモールにとってのレミファソのヨドの和音だから、このファシャープが出てくるレファラドというのはヨド調の5度なんです。やはりでヨド調の5度はサブドミナントに盛り上がるっていう風に書きたいんだけど、私そう感じられないんです。さっきから三音階でヨド調の5度からもうなんかもうね、この時点でドシラシラソファミレドシラソファミレ、もうここからカランドがねすでに始まっているように私には思えてしまった。ここじゃなくて、なのでこのヨド調の5度サブドミナントはあまり強調しないで、そういうふうに
このね降りていく音楽性というものをこの長い霊の音から登りきった霊がついに太陽が落ちていく、ついに希望ね望み薄な半音ずつ覗いてはみたけど登っていって、いやこれはもうダメだ、諦めてうねうねもう下界に帰っていこうと天国を覗こうと試みたが、いや蛇のようにね蛇がこう天界を覗こうとして、いやでもこれは自分には残念、なんか似合わない世界であると言ってニョロ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 と降りていく、そんなイメージはどうでしょうか。でも降りていくともうなんかまだ終わりにしない、ごめんなさい。246じゃなくてもうとにかくカランドだから246の抑揚は書けないけど、今何を私は感じたんだ。コードネームが面白いんだ。半音階があることで単調の曲のくせにここに G メジャーがあってミソシという E フラットメジャーがあって、まあここは D マイナーがあって、ここには E セブンスという音があって、ここには D メジャーという音があって、最後はまああえて書けないけどドミナントと第1音しかない、レしかない、 D マイナーとも書けない、レしかない。何が言いたいんだろう。半音階があることで単調の音楽でありながら長調になったり、長調っぽい音、単調、長調っぽい音、なんかね逆に不気味な長調の響きということを感じながらカランド降りていくのはいかがでしょうか。ナポリさあごめんなさい、失敗でなからんの長調と単調と、そしてレしかない世界で終わっていくよという、はいシンフォニア難しいので、逆にザクザクと和声解析を進めると大学の講義のように1時間半で動画が収まりますね。最後までお聞きいただきありがとうございました。和声解析という和声の名前で和声の勉強を徹底的にやるという仕事を私は人生の大事な軸として、確立しつつあります。概要欄にはね、この動画見てくださる方は多分すごくね音楽の勉強したいっていう方でないとここまでねたどり着かないと思う。どうぞね仲間を募っております。勉強したいという方、和声に特化したレッスンコースをね用意してあります。どうかねお問い合わせいただけたらとても嬉しく大歓迎でお待ちしております。チャンネル登録ももちろんお忘れなく、よかったらグッド高評価ボタン並びにねリクエストなんてあったらどうぞコメント欄にお知らせください。コメント欄私見ておりますのでね、お返事ができなくてもグッドボタンをねちゃんと変えさせていただいたり、ハートマークでちゃんとね見させていただいてますので、最後まで本当ご視聴ありがとうございました。バッハ面白かったですかね、こう動画を撮りながら最後の半音階の下りなんてね
こう本当にこう書きながらそこで出てくる新発見っていうのがあるものです。大事な私の仕事です。 YouTube 和製解析ですね。実はね、下でインスタグラムでたくさんウェーブがあるぞ、なんかいろんな方が追加で聞きに来てくださってる、今も聞いてくださってる、ウェーブ返そう。ありがとうございます。どこら辺からかな。わわわわ、たくさんあって、ウェーブ。はい、いろんな、名前は今 YouTube 上では言わないようにしよう。はい。おー、すっごい熱くなっちゃって、スマホが。はい、皆様のおかげさまです。今後ともよろしくお願いします。ではでは、また他の動画でもお会いしましょう。他の動画もどうぞいっぱいご覧くださいませ。失礼します。3、2、1でバイバイ。